忍者と一緒にジャパニーズカルチャーを学ぶ忍者カルチャー TV。 こんにちは、くのいちのかさみと申します。今回は忍者が用いた猫の目時計について楽しく学んでいきましょう。牛蜜時って聞くとだいたい夜中の2時から3時というイメージですよね。時計のない時代、忍者はどうやって時間を把握していたと思いますか？今回は忍者が用いた猫の目を使った時間の把握術について詳しく解説していきます。江戸時代までは1日の時刻をねえ、牛、とら、うと干支の12時で表していました。この方法を十二時辰と言います。1日をおよそ2時間ずつの12個の干支に分ける時間の測り方です。この測り方はおよそであって季節などで長さが変動します。ねの刻は現在の時間に直すと午前0時を中心とする2時間、つまり夜の11時から午前1時までを指します。次の牛の刻は午前1時から午前3時までというように2時間刻みで順番に12時を当てはめていました。さらに1つの刻一時を30分刻みで計算していて、例えば牛1つは午前1時から午前1時30分まで、牛2つは午前1時30分から午前2時までの間と細かく時刻を表していました。なので牛蜜は現代の時刻にすると午前2時から午前2時30分までの間で真夜中になります。また当時は昼は陽、夜は陰の気が巡ってきて、特に真夜中には陰の陽気が最も強くなると考えられていました。猫の瞳孔は周りの光の量によって形が大きく変化します。暗い場所では光を多く取り入れようと瞳孔が大きく開きますが、明るい場所では光が入りすぎないように縦に細く狭めて調節します。忍者は猫の目をよく研究し、それを実生活に取り入れていました。正午には針のように細く、10時と14時には柿の種くらい、夕方と明け方にはまん丸という知識で時間を把握していました。またこれを言い表したものに古い和歌が残されています。6つ丸く5、7卵に、4つ8つは柿の時なり、9つは針、6つ午前6時頃は丸く、5、7午前8時頃と午後4時頃は卵型、4つ8つ午前10時頃、午後2時頃は柿の種、9つ正午頃は針のように細いという意味です。時計のない時代の生活の知恵ですね。猫の目を見て時間を把握する説の起源はとても古く、中国の唐の時代にまで遡ります。怪異記事を集めた有用雑書という書物の中に、朝と夕方になると丸くなり、昼頃は縦に細くなって線のようになるという一節が記されています。その後この説は海を渡り日本にもやってきました。中国からやってきた猫の目時計はその後江戸時代に入るまでそのまま信じられてきて、様々なバリエーションが加えられ変化していきました。鹿児島県に残る島津家の別邸仙岩園に猫神神社というものがあります。島津義弘が朝鮮出兵の時に7匹の猫を連れて行き、猫の目の瞳孔の開き方を見て時間を推測していたという逸話に関係していて、この神社には朝鮮から無事に帰還した2匹の猫が祀られています。光の量と猫の瞳孔の大きさを関連づけた猫の目時計はこのような測り方になります。夜中から明け方はまん丸、10時と14時には柿の種くらい、正午には針のように細いという風になります。この方法は天気の良い日であるという条件付きで、季節やその時の猫の機嫌によっても変動してしまいます。なのでかなり限定されたシチュエーションでしか使えないという欠点があります。猫の目時計に関する噂はほとんどが時刻と猫の瞳孔の大きさを結びつけていて、光の量との関係は紐付けられていません。ですのでこの方法はエビデンスのない内容であったようです。このように縁起を担いだり、それ以外に方法がない時などは猫の目で時間を知る方法が使われていました。伸縮自在の障子を猫魔上子というように、猫の瞳孔はちょっとしたきっかけですぐに開閉してしまいます。現代ではこうした不安定なものを時間の基準にすることはできません。とはいえ見知らぬ土地や時間のわからない潜入調査などで忍者は少しでも知恵を生かして時間を知ったのです。ですが忍者は時刻や場所を知る手段は猫の目だけではなく、夜は北斗七星の位置で、昼は太陽の位置で時間を知っていました。
このように忍者は普段から動物や虫、気候や天候、地理などをよく観察し、あらゆる知識を駆使していたのです。本日のジャパニーズカルチャーはエヴァンゲリオンの綾波レイでした。いかがだったでしょうか。今回は猫の目で時刻を知る方法についてお話しさせていただきました。このチャンネルは忍者文化の保存とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。忍者、民間伝承、呪術、都市伝説など幅広い分野のジャパニーズカルチャーを扱っていく予定です。いいなと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あなたの地元に伝わる言い伝えやイラストのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。